第11回東京エクストリームウォーク100大会当日を万全の体制で、そして最大限に楽しむために事前に Google Earth を使ってコースを下見してみました。自宅にいながらコース全体の周辺の景色、チェックポイントなどを確認することができます。ペース配分を考えたり、景色の良い場所を見つけたりと、楽しみ方がぐっと広がります。ぜひ参考にしていただければと思います。今回は歩く速度ごとにどの辺りをウォーキングすることになるのかを右側に表示しております。ルートを確認しながら、今までの 100km ウォーキングについての解説と掛け合いで楽しんでいただければと思います。今回はですね、音楽じいさん氏の YouTube チャンネルで公開されている数々のエクストリームウォークへの挑戦記録、この非常に豊富な資料をもとに議論を進めていきたいと思います。はい、50キロ100キロという普通に考えたらちょっと信じられないような長距離を歩き切る記録ですよね。そのかなり詳細な描写からは多くの論点が見えてきそうですね。そうなんです。そこで今回の中心的な問いなんですけれども、これほど過酷ともいえるウォーキングイベントへの参加において、その最も重要な価値というのは一体どこに見出されるべきなのかという点です。突き詰めていくと、自らの肉体的な限界に挑んでそれを乗り越える達成感、そこにあるのか、それとも道中の景色ですとか、あるいは人々との触れ合い、もしくはその一人で歩く中で生まれる内省の時間といったいわば旅としての体験そのものにより本質的な価値があるのか、この2つの視点から少し掘り下げていきましょうか。はい、私はですね、これらの挑戦の核心にはやはり肉体的な限界への挑戦とそれを成し遂げる達成感、これがあるんだという立場で論を進めたいと思います。なるほど。対して私はそのプロセス全体、つまり体験的な旅としての側面にこそより深く、そして永続的な価値が存在するのではないかと、そういう視点を提示したいと思います。ではまず私の立場から述べさせていただきます。エクストリームウォークの根源的な魅力、そして価値というのはやはり自らの肉体的な限界、時には精神的な限界にも直面するわけですが、それを乗り越えて目標を達成するその厳しさ、そしてそこから生まれる確かな手応えにあると私は考えます。資料を丹念に見ていきますとそれは明らかだと思うんですね。例えば東京50系における9時間14分台という記録、これは単なる散歩というわけではなくて、明確な目標タイムを設定して自己ベスト更新という非常に具体的な成果を追求した結果ですよね。また春の100キロウォーク、これは大雨という、極めて厳しい気象条件に加えて深刻な足裏のトラブルという二重苦に見舞われながらも最後まで歩き抜いている。適切な装備、例えば防水透湿性のアウターを選択するといった戦略的な思考も含めてですね、こういう困難な状況を乗り越えること自体に非常に大きな意味と価値があると言えるんじゃないでしょうか。なるほど。それから関西50期の21キロ地点での記述に見られるウォーカーズハイ、つまり肉体が極限状態に近づく中で訪れる一種の高揚感、あるいは陶酔感のような特有の感覚、これもこの種の挑戦ならではのものですよね。スマートウォッチで頻繁にペースを確認して速度を意識する、そして100キロという本当に途方もない距離を歩き切った後の全身を襲う疲労感、それでもなおというか、それだからこそ感じられる深い達成感、これら全てがですね、肉体的な挑戦とその克服こそがこのイベントの中心的な価値であることを強く示唆している、そう考えます。複数回にわたる参加、次回大会への即座の申し込み意欲、さらには自転車でのコース全行程走破ですとか、分割での下見ウォークといったかなり入念な準備、これらは単なる体験以上の達成への強い意志の表れではないかと思うんです。なるほど。その肉体的な達成がもたらす満足感の大きさっていうのは確かに資料からもよく伝わってきますね。ただですね、
私は少し異なる光を当ててみたいなと。これらのイベントの価値っていうのはタイムですとかカンポといった測定可能な成果だけにあるのではなくて、むしろその道中全体に散りばめられているような多様で豊かな体験の相対にあるのではないかと、そのように考えるわけです。資料にはその側面も実に色濃く描かれていると思うんですね。はい。例えばご家族との参加、関西50キロでの息子さんとの歩行ですとか、あるいは以前の36キロウォークでの娘さんとの経験。これは個人の記録挑戦という側面だけではなくて、やはり家族との絆を深めて共に困難と言える状況を乗り越えるというかけがえのない時間を共有する体験ですよね。ええ。それから道中の景観を楽しむ様子も記録の随所に現れています。大阪城の異様ですとか、遠くに見えるスカイツリー、夜景に映えるレインボーブリッジ、あるいは満開の上野公園の桜、茅ヶ崎の海場にあるサザンシーのモニュメント。これらは単なる通過点としてではなくて、明らかに旅を彩る重要な要素として意識されているように見えます。スタート前にはご友人からの温かい応援があったり、他の参加者との目に見えない連帯感のようなものを感じたり、ゴール後には自分自身へのメッセージを書き込むといった少し内省的な時間も持たれているようですしね。東京50系でコース変更があった際に、それを新たな楽しみとして捉えるような姿勢。関西ウォークで偶然見つけと大阪歴史博物館への興味ですとか、難波神社の発見、あるいは沿道の商店街のにぎわいを感じる様子。これらはですね、計画された達成目標とはまた別に予期せぬ発見とか五感を通じたリアルな体験というものが、この活動の価値をより豊かにしている証ではないでしょうか。雨の感覚、休憩でとる食事の味、街の空気、そういったものが複合的に絡み合って非常にユニークな旅を形成している、そのように思えるんです。その旅としての側面、体験の豊かさという点は、理解できます。しかしですね、困難や逆境との向き合い方についてもう少し議論を深める必要があるかなと感じています。春の100キロウォークでの大雨、あるいは記録の中でも史上最悪とまで表現された足裏のトラブル、また他の回でも言及される激しい疲労、こういった要素を乗り越えるプロセス、その苦労そのものが最終的な達成感を何倍にも増幅させて、イベントの価値をより本質的に規定しているのではないかと。困難というのは単なる障害ではなくて、克服されることによって初めて意味を持つ対象であって、その克服体験こそが参加者を強く引きつける主要な要因だと考えます。いわば物語における試練みたいなものですね。困難を乗り越えた先に達成感がある、それは否定はしません。ただその困難の質と程度によっては、むしろその体験の豊かさというものを損なってしまう危険性も同時にはらんでいるのではないでしょうか。春の100キロでの足裏の状態というのは、客観的に見て果たして肯定的な経験としてのみ捉えられるものなのかなと。激しい痛みや不快感というのは、やはり道中の景色を楽しむ余裕とか、あるいは内省を深める心のゆとりみたいなものをうだってしまって、注意力の全てをそのトラブルへの対処に向けさせてしまう。そうなると、本来得られたかもしれない他の豊かな体験というのが犠牲になってしまう、そういう可能性はないでしょうか。もちろん関西50キロで息子さんに大きく先行されながらも、これはこれで楽しいと、状況を受け入れている場面もあります。困難な状況下でも楽しみを見出す力、レジリエンスのようなものは確かに見て取れます。しかし極度の肉体的苦痛が必ずしもイベント全体の価値を高めるとは私は限らないと思うんです。むしろそのバランスが重要なのではないかと感じますね。しかしですね、その足裏のトラブルという非常に厳しい経験があったからこそ、例えば防水透湿性アウターの重要性を改めて認識して、それが次回の装備戦略に生かされるといった具体的な学びにもつながっているわけですよね。これは単なる苦痛体験というだけではなくて、実践的な知識や対処能力の向上、つまり成長の機会とも捉えられると思うんです。逆境が人を強くするという側面はやはり無視できないでしょう。それはそうですね。また
参加動機と目標設定という観点から見ても、やはり肉体的達成への強い思考が見て取れると思うんです。東京50系での自己ベスト更新という明確な目標、そもそも100キロを歩き切るということ自体が非常に大きな身体的挑戦目標ですよね。複数回にわたって挑戦し続ける姿勢、そしてゴールした直後にすでに次の大会への参加を検討しているという熱意、これらは明らかに達成志向型の強い動機づけを示していると考えられます。イーストコース挑戦前の自転車による全行程走破とか、あるいは3回に分けて歩くというかなり綿密なシラミウォーク、これほどの準備を単に体験を楽しむという目的のためだけに行うのは少し考えにくいのではないでしょうか。確かにおっしゃる通り、タイムや漢方というのは重要な目標の一つでしょうね。そのための準備や努力も大きな要素だと思います。ただ、最初の参加動機をちょっと思い出してみると、インスタグラムの広告で見た36キロウォークに惹かれたという、比較的カジュアルなきっかけであったり、あるいは息子さんや娘さんと一緒に歩きたいという家族との関係性に基づいた動機であったりするわけですよね。これらの事実は必ずしも最初から純粋な肉体的達成だけを求めていたわけではないということを示唆しているようにも思うんです。東京50系の記録でもタイムを気にしつつも、一方でコース変更による景色の変化を楽しんでいる、そういう様子が伺えますし、関西ウォークでは大阪城とか四天王寺といった歴史的な場所を訪れるなど、明らかに観光的な要素も楽しんでいる。これは結果としてのタイムや漢方だけではなくて、そのプロセス、つまり歩くという行為を通じて得られる体験そのものにも強い動機が存在することを示しているのではないでしょうか。入念なトレーニングというのも見方を変えれば、より安全により快適にその体験を深く味わうための準備と、そういうふうに捉えることも可能かもしれませんね。他者や環境との関わりについても、少し見方が異なりますね。ご家族や友人との関係、他の参加者の存在、沿道の応援、これらは確かに記録にも登場しますし、モチベーションの一部になっていることは間違いないでしょう。しかしそれらはあくまで個々人が行うその肉体的な挑戦という大きな枠組みの中での出来事として位置づけられるのではないでしょうか。例えばですね、東京50系で他の速い参加者に次々に抜かれていくことへの言及、ここには良くも悪くも他者との比較、あるいは競争的な側面というのが少なからず感じられます。景観についても長距離を歩き続ける上での気分転換であったり、あるいは現在地を確認するための目印としての機能が主なのであって、その景観をじっくり味わうこと自体が第一の目的とは少し言い切れないように思うんですが。そこは私とはかなり捉え方が異なりますね。私はその他者や環境との関わりこそが、この体験に深みと豊かさを与える決定的に重要な要素だと、そのように考えます。息子さんや娘さんと肩を並べた時間、スタート地点で受けた友人からの力強い励まし、名前も知らない他の参加者たちと共に同じ道を歩む一体感、これらは孤独な苦境というよりは、むしろ共有された経験としての側面を強く持っていると思うんです。また沿道の風景や人々との出会い、例えば上野公園で桜の下でくつろいでいる人々ですとか、お台場の活気ある雰囲気、これらは単なる背景ではないですよね。大阪城や永代橋の持つ歴史的な重み、かっぱ橋道具街のユニークな光景、海藻の道の開放感、こういった都市や自然の風景と歩くという行為を通じて、いわば対話すること自体が体験の核心部分を成しているのではないかと。単に見たというだけではなくて、自らの足でその空間を移動して時間をかけて関わることで得られる感覚、これは単なる記録達成以上の記憶に残る価値を生む優先だと私は考えます。繰り返し参加することによる価値の変化という点も考慮に入れるべきでしょうね。何度も同じ、あるいは類似のイベントに参加することで、装備の選択ですとかペース配分、補給戦略といった技術的な側面は確実に洗練されていきますし、体力や精神的な耐性も向上するでしょう。
コースにも習熟して、より効率的により高いレベルでの肉体的達成、例えば自己ベストの大幅な更新などが可能になってくる。これは経験を積むことによる挑戦の進化であり、スキルの向上、つまり価値の質的な変化あるいは向上と見ることができるのではないでしょうか。その点は、一理ありますね。繰り返すことでより戦略的で洗練された挑戦が可能になるというのは事実でしょう。しかし同時にですね、初めてその道を歩いた時の新鮮な驚きですとか、予期せぬ発見に出会う喜びみたいなものはどうしても薄れていってしまう側面もあるのではないでしょうか。経験を積むことで未知への不安が減る代わりに、予測可能な部分が増えて、意識がどうしてもタイムや順位あるいは前回との比較といったより測定可能で客観的な側面へと向かいやすくなる。そうなると、初参加時に感じられたような五感を通じた素朴な感動ですとか、純粋な旅としての面白さというのは相対的に後継に耐えてしまう可能性も否定できないと思うんです。もちろん東京50系のようにコースが変更されたり天候が毎回異なったりすることで常に新しい要素は加わるわけですけれども、原理的には反復というのは体験の質をある程度変容させるという見方もできると思います。では最後に私の立場を改めて整理します。道中での体験的な要素、例えば美しい景色や家族・友人との交流、他の参加者との連帯感などが存在することはもちろん認めます。しかしエクストリームウォークというこの非日常的な活動から得られる最も革新的で、そして参加者を繰り返し駆り立てる力を持っているのは、やはり自らの肉体と精神の限界に挑み、それを押し広げる感覚、そして雨天や足の故障といった具体的な困難を乗り越えて目標を達成したという明確で、ある意味では測定可能な達成感にある、そう考えます。春の100キロでの悪天候下での完歩や東京50キロでの自己ベスト更新といった記録は、まさにその本質を象徴していると結論付けたいと思います。はい、私のまとめとしてはですね、肉体的な努力と目標達成に向けた強い意志がエクストリームウォークの基盤であるということは当然の前提としつつも、この活動がもたらすより深く、そして心に残り続ける価値というのは、単なるタイムや完歩という結果を超えたところにあるのではないかと考えます。それは歩きながら目にする光景、耳にする音、肌で感じる風や雨、家族や他の参加者と共有した時間、そして自分自身の内面と向き合う中で生まれるふとした気づきや感情の動き、そういった豊かで多層的な体験の総体こそが、この活動を単なるスポーツや記録挑戦以上のものにしているのではないかと。関西50キロで息子さんと共に歩んだ道のりですとか、さまざまな大会記録に綴られた街角の発見、自然の美しさへの感動などが、その価値を物語っているのではないでしょうか。なるほど。つまり我々2人ともエクストリームウォークが肉体的な挑戦と体験的な旅という、両方の側面を色濃く含んでいる点については共有しているわけですね。ええ、そうですね。しかしどちらの側面がより根源的な価値を持ち、参加者を引きつける中心的な要因となっているのか、その重み付けにおいて依然として異なる見解を持っていると、そういうことになりますね。そういうことになりますね。そしておそらくこの2つの価値というのは、どちらか一方を選ぶべきものというよりは、参加する人それぞれがその時々の状況ですとか目的に応じて独自のバランスで意味を見出しているのかもしれませんね。提供された資料はまさにその複雑さ、つまり肉体的な苦闘と精神的な高揚、そして同時に存在する旅としての奥深さ、その両方を実に克明に記録しています。リスナーの皆さんもこれらの記録に触れることを通して、ご自身にとってこのような挑戦が持つ意味とは一体何なのか、改めて考えてみる良い機会になるのではないでしょうか。